西麻布にあるラ・ボンバンス店主の岡本誠です。新米で作った和風リゾット、それとフォアグラの照り焼きを合わせた新しい料理をご紹介したいと思います。では作っておきます。今日は新米のうまいのリゾットを作りますので、オリーブオイルを引いてちょっと熱します。熱したところに青米の入った新米を入れていきます。今日はお米を使ってちょっと食感を出したお料理を作りますので、お米の表面をオリーブオイルで少しコーティングをして、食感のある和風リゾットですね、こちらを作っていきます。うちのボンバンスは和食をベースにしてるんですけど、いろんなジャンルの素晴らしいお料理があるんで、ボンバンス風にアレンジしたそんなお料理を作るので、今回は和食とイタリアンをちょっと掛け合わせたようなそんなお料理ですね。今回のシーガルフォーですね。ここでまたさっきの土鍋とはまたちょっと違う技法なんですけど、シーガルフォーのお水を入れてお米を吸わせてあげて、食感を今度は残しながらご飯を作り方をしていきます。お米からしないとご飯が食感なくなってしまうので、生米からこれは作っていくことがポイントです。これはやっぱり蓋をしないでさっきみたいに圧をかけないで炊き上げるので、ふっくらっていう食感よりも芯は残ってないんですけど、食べた時に心地いいお米の食感が残るようなお水を含ませた技法で作っていきます。先ほどと違って火加減の弱火なんですね。強くしすぎると水分も吸わせてなくなったら加えて、一気に入れるとちょっと食感がなくなってしまうので、少しずつ水を加えながらなので、火加減すごく大事に作っていきます。一品目でご提供されることが多いとおっしゃってたんですけど、はい、役割としてはどういう役割ですか？茶会席で最初に少しご飯をお出しするような世界観を、新しい日本料理の形として、日本の料理っていうものをお客様にきちっと楽しんでいただきたいなっていう思いで、最初に少しご飯ものですね出すことが多いです。味付けはやっぱりご飯に一番おいしいお塩ですね。お塩を少し入れて、これはもう下味程度でいいと思います。お米の状態は本当に食べて食感が残る炊き方っていうか、段階的にやっぱりお米って水を含んで膨らみを持って美味しくなっていくんですけど、それのギリギリ初めの頃ですね。火は入ってるんですけど、まだ食感が残ってる状態のものをあえて作って、もうちょっと蒸らした方がいいんじゃないとか、もうちょっと炊いた方がいいんじゃないっていう、本当ギリギリのところを狙って作ります。食べた時に口の中で一つ一つの食感になっていく、そんなタイミングを狙ってます。では先ほど出来上がったうまいのリゾットですね。使う分量だけ鍋に入れます。一番最初の酒漬けのお料理なので、ほんの一口、ぐらいのちょっと量で大丈夫です。お米の米粒にちょっと見立てた、さらに食感が良くなるようにもやしですね。もやしをちぎって少し入れておきます。あともう一つ食感と味で、白しば漬け、これも少し入れます。で火にかけて、またこれも味大切なので、シーガルフォーのお水を使って
これで濃度をちょっと調整するのにもお水大事な役割なんでお水を使っていきます。で今回は和風のリゾット作りますんで、それに合わせるのを、今日はフォアグラの照り焼きですね、こちらと一緒に合わせていきます。でご飯の方はもやしと、しば漬けですね。これにちょっとお水で濃度をつけてつながって、これも温めすぎると今度火が入りすぎるとさっきのお米の食感がなくなってしまうので、温まって全体的に馴染んだら火を止めちゃって置いときます。フォアグラの方をソテーしていきます。うちはフォアグラ焼くときはオリーブオイルを入れて焼くようにしてます。でフォアグラを焼いたりとかフライパンを使うときはよくフライパンを熱して油を引いてから食材を入れないと上手にできなくなるので、必ずきちっと熱してそれからフライパンで焼くようにします。フォアグラ焼いていきます。こう入れた時にやっぱこのジュッて音ですね、この音がするぐらいきちっと熱してないと食材のうまみがどんどん流れてしまうので、きちっとフライパンは熱して焼くようにしてください。あとフライパンに入れたらあんまりものをひっくり返したりとかせずに、きちっとこう焼き色がつくまで我慢してちょっと待つようにします。そしたらこの後照り焼きにするので一度取り上げて、でこの余分な油は捨てちゃいます。照り焼きの地を入れるんですけど直接入れると焦げてしまうので、少しこう濡れたタオルのところでフライパンの面を冷ましてあげてください。フライパンの中を洗ってしまうとフォアグラのうまみが逃げてしまうので下の面だけ温度を冷ましてで照り焼きのソースを入れて、そこにこう先ほどのフォアグラを戻してあげてで照り焼きにしていきます。で照り焼きのこうタレがしっかりとフォアグラに絡んできたらそしたら盛り付けに入っちゃいます。最初に食感のある新米のリゾットですね。で上には舞茸と九条ネギと人参のナムルですね、こちらをちょっとのっけます。青米を使った新米のリゾットですね、こちらとフォアグラの照り焼き完成しました。